皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はスバルの新型フォレスターをご紹介していきたいと思います。この新型フォレスターは以前発売前にスバルさんの里山スタジオで撮影をさせていただき、すでに動画はアップしているんですが、今回はナンバー登録もされ、人気のスポーツというモデルをお借りすることができたので、走りや変更点を含め詳しく一緒に見ていただけたら嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介するグレードは最上級グレードのスポーツという唯一のターボモデルとなります。全長 4640mm、 全幅 1815mm、 全高 1730mm、 燃費は WLTC モードで 13.6kg です。この新型フォレスターは発表当初フロントマスクの変貌ぶりに賛否が大きく分かれたというのも皆さんの記憶に新しいかと思いますが、今改めて見直すと現代っぽさも感じ、とてもいい味を出していますよね。変化が大きいほど第一印象の賛否が分かれるのも当然ですが、やっぱりいいものは後からでもしっかり評価されるよねと思わせてくれる素晴らしい作りになっているので、最上級グレードであり唯一のターボモデルの走りも含めて見ていければと思います。まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この特徴的な造形のヘッドライトに大型のブラックグリルといい、とても生物的でワイルド感あふれるかっこいいフロントマスクとなっています。この大きな話題を生んだヘッドライトは流行りの薄型をあえて採用せず、しっかりフォレスターらしさも忘れない新デザインに仕上げられ、この角度によっていろいろな表情を見せてくれる雰囲気、愛らしさすら感じますよね。そして先代よりも大型化したグリルは艶のあるブラックをまとうことで高級感と SUV らしい強さを強調し、このブルーのスバルのエンブレムをおしゃれに引き立たせている印象です。またこのスポーツグレードでは唯一グロス塗装に縦型のフォグランプを配置することで、さらに先進性とスポーティー要素を感じるデザインに仕上げられ、このヘッドライトと相まった雰囲気、ほんと素敵ですよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、ウインカーを含め全てフル LED となっています。なんと今回からフォレスターはウインカーも LED 仕様となり、ヘッドライトの形状変更といい、かなりの進化ですよね。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで武骨感漂うアメリカンスタイルに大型アルミホイールといい、とても味のあるかっこいいサイドフルムとなっています。このフォレスターは安全性を配慮し、窓が大きく開放的にデザインされているのも特徴の一つで、どれだけテクノロジーが進化してもやっぱり最後は人の目という考え方、さすがスバルさんらしいですよね。細かく見ていくとウィンドウ周りはメッキ化色が一周きれいに施され、 B ピラー C ピラーはピアノブラック、ドアミラーシャークフィンアンテナはグレーメタリックと、開放感と引き換えに少しぼやっとしてしまいがちなところに高級感を織り交ぜた融合力、ほんとこのバランス力も素敵だなと感じました。タイヤは18インチです。このダークメタリック塗装されたホイール、とてもかっこいいですよね。給油口は右側についていて押すと開くタイプになっています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで安定感のある台形フォルムに開放的なウィンドウ、2本出しの大型マフラーといい、とてもスポーティーで速さを感じるかっこいいリアスタイルとなっています。ここのウィンドウ周りはスポーツ専用のグレーメタリック塗装が施され、このまるでカスタムしたかのようなハイセンスなデザインからはターボ車らしい速さすら感じられます。ライトを点灯するとこのように点灯し、フロント同様この字型に発光するデザイン、すごくかっこいいですよね。夜遠くにいてもフォレスターだとわかるこの存在感、やっぱりこういうところも安全性につながっているのかなとも感じました。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じでブラックを基調としたとても高級感漂う上質なデザインとなっています。今回のお車は大型のサンルーフがつくなど、走りに特化したスポーツグレードにこれをつけたいと思うオプションが多数装着されている素晴らしい内装になっているので、詳しくその内容を見ていきましょう。
まずシートですが、スポーツ専用のウルトラスウェードと本革の贅沢なコンビシートとなっています。シートに座った感じもとても良く、スウェード素材のホールド感といい、とてもフィットする印象です。シート調整は運転席助手席ともに電動で調整することができます。もちろんペダルはアルミタイプが採用され、全体的な質感といい、とてもスポーティーでありながら高級感も感じるかっこいいデザインとなっています。エアコンの温度調節は左右別々にダイヤルで調整することができ、ここには運転席助手席用のシートヒーターも備わり、なんと3段階で調整することができます。ハンドルの右下にはステアリングヒーターのスイッチも装備され、ハンドルの握った感触もとても良く、高触感素材という上質で柔らかい革なので、これは長時間握っていても疲れにくいなという印象でした。またホーンの音もとてもいいので、ぜひ聞いてもらいたいんですが、この深みのある音、鳴らす機会は減りましたが、いざという時にこの音ならとてもかっこよく決まりそうですよね。そしてフォレスターではおなじみ、ナビの上にはモニターが搭載され、ここのカメラでドライバーを認識して安全のサポートをしてくれるなど、ハイテクなモニターがついているんですが、今回の新型からはジェスチャーコントロールという手の動きで温度調節ができる機能が採用されたということなので、今から早速やってみたいと思います。手のひらをグーにすると2度下がり、パーにすると2度温度が上がるそうで、思っていた以上に感度も良く、こういう機能は目線移動の観点からもすごく頼もしく進化を遂げそうな技術だと思いますし、話の話題性という点でもすごくユニークな機能だなと感じました。そしてルームランプは標準で LED が備わり、こちらはオプションになりますが、スマートリアビューカメラというカメラの映像と切り替えができるミラーが装備され、悪天候の時など後方が見えにくい時もこれなら安心ですよね。ここにはサングラスホルダーとサンルーフの開閉スイッチが備わり、カバーも一緒に自動で開閉してくれて、すべてボタン一つで完結するスマートさはすごくいいなと感じました。ここには少し分かりづらいんですが、ブルーのダウンライトやグローブボックスの中にもライトが設置されるなど、暗いところでの使い勝手もしっかり考えられているのはユーザー視点で好印象ですよね。そしてサンバイザーは運転席助手席ともに鏡と照明が備わり、このバイザーはなんと横に伸びるタイプとなっていて、皆さんも一度は経験したことがあると思いますが、これなら眩しい西日からもさっと守ってくれそうですよね。それでは次に気になる後席を見ていきましょう。後席はこのような感じで、まず前の席同様ウルトラスウェードと本革の贅沢なコンビシートとなっています。シートに座った感じもとても良く、足元空間、頭上空間もとても広く快適に過ごせそうです。また窓がとても大きいという恩恵もあり、より室内が明るく見え、この大型サンルーフの開放感もついているとなると、これはもう最高の特等席ですよね。中央にはエアコンの吹き出し口とシートヒーター、USB が備わり、シートヒーターに関してはなんと2段階で調整することもできます。またシート中央にはドリンクホルダー付きのアームレストも備わり、私が後席に座ってすごくいいなと感じたのは、リクライニングがなんと何段階も細かく調整することができ、また姿勢を変えなくても腰にある紐を引くことで簡単に調整できるので、これは眠たくて姿勢を変えたくない瞬間にも役立つ素晴らしい作りだなと感じました。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ラゲッジはこのような感じで、このパワーリアゲートはオプション扱いとなっています。ドアを開けるとこのような感じで、奥行き、高さ、幅といい十分すぎるほどの広々空間となっています。さらに密室空間を確保したいときには、ここのレバーを引くことで簡単に後席を畳むこともでき、綺麗なフルフラットシートを作ることもできます。実際に横になってみましたが、身長約160センチの私では十分広く、この奥行き感なら工夫次第で高身長の方も十分車中泊が可能かなと感じました。さらにサイドには袋などがかけられそうなフックが計8個備わり、また今回の新型よりここにもフックが装備され、服やウェアを脱いだ時にここにかけたりなど
様々なシーンで活躍してくれそうです。それでは最後にフォレスター唯一のターボ車ということで、実際にどんな素晴らしい走りを楽しめるのか、実際に試乗した率直な感想をお送りできればと思います。それではどうぞ。今回 1.8 リッターのターボ車をお借りしてるんですが、走ってみて率直に感じた感想としては、至って普通にキビキビと走る車だなというイメージです。で、初めて私 SUV のターボ車を今運転させてもらってるんですが、私の中のターボ車のイメージっていうのが、すごく常にレスポンスが良くて、イメージ的には漫画に出てくる、レーシングカーみたいな、そういうイメージだったんですけど、上品な味付けになっていて結構私はびっくりしました。というのも私e-boxer のタイプのフォレスターを運転させてもらったことがあって、でその時に車重を全然感じないゼロ発進からの力強い加速とかに結構感動したんですよね。だったので今回ターボモデルは相当すごいんだろうなと、ちょっとね過度に期待をしすぎてしまっていた部分はあったかもしれないです。今思えば新型レボーグも 1.8 リッターのターボ車なので、乗り味を考えれば想像がついたのかもしれないんですけど、なんか勝手にフォレスターのターボ車ということで、もっとねドロドロした感じの運転をするのかなと勝手に想像を膨らませてしまっていて、ね、皆さんその感覚わかりますか？わかるという方はぜひコメントなどで共感をしてもらえると嬉しいです。ということでですね、高速に入ってきましたので、少しね高速走行もしてみたいと思います。一般道ではねなかなかスピード出せないので、高速の方でちょっとターボ車ならではの走りを楽しめればなと思ってやってまいりました。ということでね、ちょっとね少しだけ踏み込んでみて、どんな風な走りに変貌するのか楽しめればなと思います。ちょっと踏み込んでみたいと思います。3、2、1。おーすごいですね。これは楽しい。なんていうかな、アクセルを思いっきり踏み込んで、踏んだらドンとスピードに乗るというよりは、踏んでパワーを貯めてドンと解放するような瞬間的パワー重視みたいな、そんな走りだなと感じます。高速だとね追い越しの時とか結構パワーを使う時ってあると思うんですけど、ぐーんとターボならではのパワーを発揮してくれるのは、こういう車が好きな方にはたまらないんじゃないかなと感じますね。ちょっと行ってみますね。今ねちょっとね上り坂になってるんですけど、ここでもねぐい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 と走ってくれます。この最大値までパワーが溜まったら放出させるような走りは会社の色でもあるかと思うんですが、私はこういう自由に走りを操作できる感覚を持たせた作りはすごく楽しいなという印象を受けました。実際高速道路などでの追い越しや急な上り坂ではまず不安になることはありませんでしたし、このいざとなったら秘密兵器があるんだぞという運動性能は走っていて快適だなと感じました。後方の窓も大きめにデザインされているので後方確認もしやすかったですし、あとはシートのウルトラスエードの素材のグリップ力が想像以上に強くて、フォレスター自身の体感ももちろんあると思うんですが、カーブ時の安定感が非常に良く、これは運転が楽しいと思える重要な要素だなとも感じました。外観の特別感もさることながら、この気持ちいい走りは絶対に乗ってみないと分かりませんし、これはぜひ積極的に試乗をしていただき、できれば長い距離を乗ってよりフォレスターの素晴らしさ、ターボ車の楽しさがたくさんの方に伝われば嬉しいなと思える、そんな1台でした。実際にフォレスタースポーツに乗られている方や試乗された方の感想、また動画の感想などもぜひコメントしていただけると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンも押していただけると動画制作の励みになりますのでよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。